たらずです。今日はね、キャンピングカー、とある朝ね、車見に行ったらね、ミラーがプラーンとなってました。ルームミラーを見て、プラーンとしててさ、引っかかってたの。ミラーモニターだったんでね、落ちてはなかったんですけど、配線にプラーンとしました。キャンピングカー古いからね、このキャンピングカー、根元からぽっきり折れてました。なんでね、今日はそれをちょっと直していくのと同時にね、気になるところも結構あったんで、それもついでにやっちゃおうと思って処理してみます。でね、丸いところがぽっきり折れてたんで、それをね、元に戻してあげて、あとはハンダゴテで溶接って感じかな。溶接も、くっつけるのが目的じゃなくて、今回もね、エポキシを使うんでね、エポキシのね、そこ水に流し込んで、なので、この足をつけてあるイメージかな。それで、溶接しました。今日はね、エポキシの硬化タイプ、ものすごく固まるやつです。エポキシもね、何種類かあるのでね、その用途に合わせて使うとね、ものすごい便利ですよ。でね、A と B あるんでね、2液タイプなので、混ぜて炒めましょう。で、この溝にね、流し込んでいくだけです。これでだいぶ固まりますんでね、だいぶカッチカチになります。ここをね、埋めてってあげます。そのために溶接して足をこうつけてあげる感じかな。そうするとね、取れないものになるんで、でちょっとねボンドを出しすぎちゃったんで裏側もやろうと思って、もともと裏側にも溝があるんでそこにも流し込もうと思ってたんですけど、固まるまで待ってらんねえと思って、8時間とかかかりますからね、エポキシね。なのでね、こうやってテープでね流れ出てこないように止めちゃいます。エポキシ結構ね頑丈に固まるのはいいんですけど、この固まるのが遅くてね、気づくとね流れ出たりしてる時があるんですよ。ちょっとねそこだけ注意必要ですよね。なのでね、こうやってねガチガチにテープで巻いて、で裏側もね入れてあげようと思って、ほらここの隙間にね入れたかったんだよ、ここ。そうするとねもう取れてこないでしょ。ほらこの中にねこうやって流し込みたかったんです。でね、ついでにこっちもねテープで巻いておきました。流れ出ちゃうのを防止するためにねこうやって止めてます。こうするとね、剥ぐときめっちゃ固まって剥げないんだけどね、剥がしづらい。いいやと思って、流れ出るよりいいでしょ。でキャンピングカーも古いんでね、こうやっていろんなもの壊れます。そういうね直す動画もね結構撮ってるんですけどね、カスタムはもうほとんど終わってるんで、あとこういう修理動画がねメインになっていくかな。ここ壊れるってねえ、しかもねなかなかパーツないんでね、車が古いんで。でね、一晩経ってテープ取っていきましょう。でこれはガチガチに固まる硬化タイプっていうやつなんですけど、一晩ぐらいだとねまだね削れます。削れる柔らかさです。削れる柔らかさっていうのかな、カッターでね削れる柔らかさです。なのでね、一晩ほんと時間経つとねガッチガチに固まってね、カッターぐらいじゃ削れなくなりますから注意してください。一晩ぐらいだとねまだね少し柔らかさがね残ってます。なのでね、はみ出たところ、こういうところをねカッターでね削ってって取ってあげましょう。一晩って言っても8時間とかかな。それぐらいでねこういい具合、削れる柔らかさぐらいになるかな。でミラーの付け根が来る部分はちゃんと削ってあげて、こっち側ね裏側になるから見えねえからいいやと思って、ちょっと当たるとこだけ削っとこうか。そう
ここね、もしかしたら当たるかもしんねえから。まあ当たんねえよね、裏側だからさ。平らになってし。でね、ほんとほら、こうやって削れます。ほんと固まっちゃうとね、ガチガチでね、リューターとかじゃないと削れなくなりますから気をつけてください。一晩ぐらいだとまだね、いい具合に削りやすいです。で、あとは車両に戻していきましょう。こうやってね、付け根から折れてたんで、これがね、ビスで止まってるだけです。これをまたビスでね、止めてあげてください。で、まあ、ミラーモニターになってるんで、コネクタをね、挿してあげます。まあ、ここはね、コネクタ外れないように、ビニールテープかなんかでね、巻いといてあげましょう。コネクタ類ね、結構ナビの時もそうですけど、RCA だとかコネクタ類はこうやって巻いとくとね、外れる可能性がね、かなり軽減されます。なので、こういうとこは巻いといて損はないです。で、あとはね、こう引っ込めるだけなんですけどね。あとはぐいぐい引っ込めて戻していくだけだね。まあ、昔の車なんでね、この辺すごくこう雑い感じでできてます。今の車だとね、ビスが見えなかったり、クリップで止まってたりってめんどくさいんですけどね、昔のなんでね、こういうとこ楽です。まあでも壊れるけどね。そう。このバイザーのキャッチも壊れてたんだな。なのでね、その辺にあったやつに変えときました。でね、ライトのカバー、ルームライトのカバーもつけて完成です。まあ、見てわかる通り、ミラーモニターでね、後ろの映像を映してます。で、まあ、キャンピングカーってね、でかさがちょっと特殊なでかさで、トラックが運転できるかできるとかってそういう問題じゃないんだよね。ちょっと違うんだよね。普通の車をまあベースにモーターホームにしてるんでね、コイルベースも短いし、で、あとね、後ろのオーバーハングめっちゃでかいんですよ。なのでね、ちょっと特殊なんですよね。なので、まあ、慣れれば大丈夫なんですけどね、そのためにカメラっていっぱい必要です。でね、まあ、気になるところ、どんどんあったんですけどね、外装、それ外装なんだよね。なのでね、まず洗車から、ヨッピーが洗車してくれてます。洗車めっちゃ大変ですから、丸1日かかります。洗車したついでに、サイドオーニング、これもね、干しておきます。これね、あんま使んねえからすげえカビ臭いの。1年に1回ね、干さねえとね、1年に1回干してもカビ臭いもんな。これ高いんだけどね、使う人使うけどね、使わん人ほんと使わんよ。でね、ここがね、なんかぶつけた跡があるんだよね。ぶつけられたのかもしんない。長い距離こう引きずってる感じがあったんだよね。ここ1箇所でしょ。なので塗装が割れてんですよ、ほら。塗装の割れと、ここパテがね、FRP パテで確か隠してたんだよな。モールのところを覆ってたんでね。ほら、あれぐらいの距離がぶつかった形跡があるんですよ。で、モールのところの塗装も割れてたんで、まあ、モールのところの塗装はね、まあいいやと思って、こっち側の方はね、ちょっと気になるんでね、リューターで削っちゃいます。クラックに沿ってね、削ってクラック止めちゃいます。3箇所かな、気になるところ。ここまあ溝を作ってあげて、で、この中に、コーキングだね。コーキング流し込んでいこうと思ってます。まあ、コーキングも変成シリコンだね。塗装できるタイプ。で後で塗装して、このコーキング変成シリコンを打ってから、タッチペンでね、ちょっと隠しちゃうと思って。いや、これいつつけたんだろう。当て逃げされたかもしんねえな。まだいいか。自分でつけたかもしんねえしね。キャンピングカーってね、でかいんで、もうぶつかりそうって思うとね、ぶつかってます。なんかそんな感じ。し
かもね、ぶつかったのに気づいてねえんだよな。だからな、怖えよこの車。ぶつかりそうでぶつかってるからね。まあ修理出した時ぶつけられたのかもしれないしね。サーモンを交換してもらったんで、その時やられたかもしれないです。まあこれぐらいだとね、気にならないですからいいんですけど、こうやってね、乾くの待って、あと後々タッチペンしておきます。でね、あと気になるところで、この車ベースが古いんで、このサイドパネルがね2分割になってるんですよ。で分割のところやっぱり継ぎ目があるんで、もともとはコーキングなんかしてなかったんですけどね、やっぱり気になるんでね、毛細管現象みたいなやつで水が入るんじゃねえかと思ってさ。なのでね、まあもともとコーキングしてたんですけど、ちょっとひび割れてきたところもあるんで、そういうとこはね全部取って、それでまた新しいコーキング打ってあげようと思って、でこの作業やってます。まあもう5年か、5年になるからな。まあ割れも出てくるよね、コーキングの割れも。こういうところがやっぱ普通の車とね違う作業かな。あとこのキャンピングカー、まあ昔のやつなんでものすごくでかいんですよ。今のやつでかいのってなんかね、すごい高級なやつしかないんですけどね、昔のタイプってこうめちゃでかいのあるんですよね。あんま高級じゃなくてもでかいのがあるんですよ。それなんでね、こういうところやっぱ2分割になるんだろうね。今のね新しいキャンピングカーなんかこういうのありません。分割タイプじゃないんでね、こういう作業はいらないと思うんですけどね、俺の昔のやつなんでね、こういうのが、ね、必要です。でね、充填してあげて、充填定規でやったんで、そうだ柔らかい定規、あれめっちゃ便利だったな。でね、マスキング取ってあげます。くるくるでね、これ段ボールかなんかの切れっ端を巻いてね、くるくるやると綺麗に取れます。まあ充填綺麗にするとね、ものすごく綺麗になりますから、見た目にも美しくなります。こういう感じでね、綺麗になりますんで。いやー綺麗になったな。こういう感じでね、今日の作業終わりになります。でまあね、いろいろまあ直しましたけど、まあ、キャンピングカーもうね壊れるのが多いです。もう古いですからね、壊れるってもう故障とかじゃないよ、もう壊れるね、今日見たねミラーの付け根が折れたりとかだとか、そういうような壊れがね多いです。故障ならねパーツ交換すりゃいいんだけど、壊れるからさ、その壊れたもの直さなきゃダメっていうのがねまた手間ですよね。まあうちの車古いのが多いからね、そういうのが多いんですけど、まあこのキャンピングカー古いですけど、昔のハイラックスベースでねかっこいいんですよ。なのでね、まあ長く乗っていこうと、なかなか直しながらね乗っていきたいと思います。今度はね、なんかみんなでどっか行った動画とか撮れればいいかな。ということでね、本日の動画これまでになります。まあ、これからもね、修理動画だとかカスタム動画上げていきますんでね、そちらも見てあげてください。本日もご視聴ありがとうございました。よろしかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。